今日の夕方16時24分、5つの巨大な AI モデルを連結させた最先端の完全自動動画生成システムがですね、たかが字幕に完全に打ちのめされました。いやー、文字通り沈黙しましたよね。システムが吐き出した最終的な成果物は完全に空っぽのフォルダだけでしたから。リスナーの皆さん、本日のディープダイブへようこそ。今日私たちが深掘りするソースは、ある壮大なプロジェクトの設計書、ターミナルの生ログ、そして何よりも生々しい作戦行動失敗報告書です。はい、かなりリアルな資料が揃っていますよね。で、今回の私たちのミッションは、この AI を駆使した夢のシステム、マトリックスオーケストレーターがなぜ本日の夕方に致命的な大クラッシュを起こしたのか、その全貌を解き明かすことです。単なるプログラミングのバグの話ではないんですよね。そうなんです。これは全てを AI に任せて完璧なものを自動生成しようという現代の私たちが陥りがちな罠と、そこから得られた物理的な確実性というあらゆる仕事に通じる教訓の物語です。なかなか耳が痛い話になりそうですね。そうですね。さて早速この事象を紐解いていきましょうか。はい。まず今回のクラッシュの悲劇をちゃんと理解するためにはですね、このマトリックスオーケストレーターのバージョン 3.0 から 5.2 に至るシステムがいかに野心的だったかを知る必要があります。ソースの設計書を見ると、単一の AI を動かすような単純なスクリプトではないんですよね。全然違います。なんと5つの AI を連携させているんです。5つもですか。はい。企画立案のチャット GPT、詳細設計のジェミニー、そして全体のコーディングと制御を担う Google アップスクリプト、いわゆる GAS ですね。なるほど。GAS が軸になっていると。そうです。さらに、分析と音声生成のノートブック LM、高精度の字幕を生成する Whisper、これらをすべて GCP、Google クラウドプラットフォーム上で完結させるというフルクラウド型の自動編集パイプラインなんです。つまり手元の非力なパソコンは使わないってことですね。その通りです。開発者はクラウドの圧倒的な計算資源を使って入力素材のフォルダに音声やスライドを置くだけでいい。あとはシステムが文脈を読み取って多言語字幕から豆知識まで合成した一本の解説動画を完全に自動出力させようとしたわけです。いや、すごい構想ですよね。その構成をマトリックス構造と呼んでいるみたいですが。動画の生成プロセスを8つのフェーズに分けて、さらに画面を5つのレイヤー、A1 から A5 に分割しています。A1 がメインのスライドで、A3 と A4 に英語と日本語の字幕、A5 にスタンプみたいな感じですよね。はい、そういう具合です。GAS が指揮者として全体を統括して、裏側で Python とか AI がそれぞれのパートを並行して処理していく。まさにオーケストラのような見事な連携システムなんです。確かに美しい設計ですよね。でも資料を読んでいて一つすごく引っかかった部分があるんですよ。どのあたりでしょうか？クラウドを使って複数の AI を連動させて極限の効率化を目指しているはずなのに、なんか意図的にすごくアナログでめんどくさい処理を組み込んでいませんか？なるほど。例えば動画の最初と最後の無音部分にわざわざ複音ハーモニカのアナログな音を入れたりとか、あとは聴覚障害者のためにミリ秒単位で字幕の位置を微調整したりとか。はいはい、ありましたね。効率化を求めるなら、そんなアナログな絆創膏を貼るような真似をせずに、もっとシンプルな方法があったんじゃないですか。ちょっと逆行しているというか。いや、そこ非常に鋭い指摘です。でも実はこのアナログな余白の挿入とか緻密な字幕配置こそが開発者の最大のこだわりだったんですよ。こだわりですか？彼が考える AI 時代の人間が担うべきキュレーションだったんです。どういうことかというと、AI が生成する解説コンテンツって人間の話し方にあるようなみたいな隙が一切ないんですよね。確かに情報密度が異常に高いというか。そうなんです。AI の朗読って息継ぎがないから高密度のデジタル情報を浴び続けることになって視聴者の認知負荷がどんどん高まってしまうんです。聞いている側もだんだん息が詰まってきますよね、それ。だからこそ情報の入り口と出口に複音ハーモニカのトレモロのような郷愁を誘う音を配置したんです。視聴者の緊張を解くクッションとしてですね。なるほど。ただの効率化じゃなくて
誰かのための思いやりをシステムに注入しているわけですね。その通りです。人間の体温を残す。それが指揮者たる人間の役割だという強い美学が、この V5.2 には込められていたんです。美学ですか？いやー、でも皮肉な話ですよね。皮肉というと、だって、開発者がその温かみとか視覚的な完璧さにこだわって、ミリ秒単位で字幕を動かしたりした、その執着心こそが、結果的にシステムを物理的に殺してしまったわけじゃないですか。いや、まさにそこが本日の核心です。ここからが本当に面白いところなんですよ。はい、いよいよ失敗の瞬間ですね。2026年3月20日、16時24分。作戦行動失敗報告書に記録された沈黙ですね。本日決行された V5.2 作戦のミッションは24分弱の5画面、日本日字幕付き解説動画をクラウドラン上で1時間以内に完成させるというものでした。かなりハードなミッションですよね。そうなんです。でもここで一つ聞きたいんですけど、なぜわざわざクラウドランなんていう1時間で強制終了させられる厳しいタイムアウトルールがある環境を使ったんですか？そこ疑問に思いますよね。だって重い動画の書き出しなら普通のサーバーを借りて何時間でも回せばよかったんじゃないかなって。そこにはですね、クラウドアーキテクチャ特有の事情があるんです。クラウドランというのはサーバーレスと呼ばれる環境でして。サーバーレス。はい。普段は停止していて、リクエストが来た瞬間だけ立ち上がり、処理が終わればすぐに消えるんです。つまり、待機コストがゼロなんですよ。なるほど。普段はお金がかからないんですね。開発者はコストを局所化しつつ、動く時だけクラウドの強力な 6CPU を一気に使ってサクッと終わらせるつもりだったんです。美しいスポーツカーを作って一気に駆け抜けるようなイメージですね。素早く立ち上がって仕事を終わらせるスバラ腕のヒットマンみたいですね。はい。でも結果は、そのスポーツカーに鉄桁を履かせて走らせてしまったようなものでした。鉄桁ですか。1時間経っても動画は完成せず、タイムアウトで強制終了。クラウドのバケットは空っぽ。完全な失敗です。ログを見ると、テキストを動画に載せる処理に入った途端、実時間の 0.4 倍速以下にまで処理能力が落ち込んでいますよね。恐ろしいほどのペースダウンです。クラウドの 6CPU を使っているのに、なんでテキストを載せる程度のことでそこまで遅くなるんですか？背景のスライドは PDF から変換したただの静止画ですよね。ここで立ちはだかったのが、映像処理エンジンである FFmpeg の使用と、字幕焼き付け、いわゆるハードサブという処理の恐ろしさなんです。ハードサブですか？はい。FFmpeg というのは、動画のピクセルを実際に描画して圧縮する映像エンジンの心臓部なんですけど、背景が動いていない静止画であっても、字幕がミリ秒単位で切り替わる限り、FFmpeg にとっては全く新しい別の画像になったのと同じことなんですよ。ちょっと待ってください。じゃあ文字がピクッと動くたびに背景ごと全部作り直しているってことですか？その通りです。今回の44分間の動画は1秒間に30フレームだとすると、およそ4万3000枚の画像で構成されているんです。4万3000枚。はい。システムは、この4万3000枚の画像1枚1枚に対して、A1 から A5 までの5つのレイヤーを展開して、背景を置いて、その上に指定されたフォントとサイズで文字をピクセルとして描き込んでいたんです。うわー、それは重い。さらに、それを再び動画として圧縮し直すという処理を全フレームに対して行っていたんですよ。それって例えるなら世界最速の白読の達人を雇ったのに、本を読ませるんじゃなくてページをめくるたびに、そのページ全体の油絵をキャンパスに新しく模写しろって命令しているようなものですよね。まさにそういうことです。4万3000回も油絵を描かせたら、そりゃ 6CPU でも音を上げますよ。鉄かかとろかい足かせですよ、それ。非常に的確な例えです。文字を映像の一部として焼き付けるというのは、それほどまでに物理的な計算資源を食い潰す重労働なんです。なるほど。処理速度が 0.4 倍速以下ということは、
24分の動画を処理するのに1時間以上かかってしまう計算になります。結果として、クラウドランの1時間という無慈悲なタイムアウトの壁に激突してしまったわけです。ここでまた疑問が湧くんですけど、設計段階のメモを見ると、開発をサポートしていた AI のジェミニーは、この 6CPU の構成なら 1.5 倍速で終わるって予測していましたよね。はい、確かにそう予測していましたね。なぜこの司令官、つまり開発者は、タイムアウトの習慣が来るまで、これは無理だって撤退の判断ができなかったんでしょうか？途中で止められなかったんですか？ここにですね、現代の私たちが陥りやすい2つの罠が存在しているんですよ。2つの罠。1つは AI の予測への盲信、そしてもう1つがシステムのブラックボックス化です。詳しく教えてください。まず AI の盲信というのは、第一の罠として AI の予測というのはしばしば現実の物理的なボトルネックを無視した図形の空論になるんです。なるほど。ジェミナイは単純な CPU の不動焦点演算能力なんかから 1.5 倍速という数字を吐き出したんです。でも現実の FFmpeg のエンコード処理にはメモリの極端な枯渇とか巨大な一次ファイルの読み書きによるディスク I/O の摩擦が発生するんですよ。そうか、理想空間のシミュレーションと現実世界の空気抵抗の違いみたいなものですね。AI はそうした泥臭い物理的な制約を見落としていたんです。でもターミナルのログを見れば処理が異常に遅いことには気づけたはずですよね。そこで第2の罠、ブラックボックス型の設計が牙を吐くんです。ブラックボックス、中身が見えないと。はい。このマトリックスオーケストレーターは43000フレームすべての処理が終わって最後に一つの MP4 ファイルが出力されるまで途中経過の成果物が一切確認できない構造になっていました。じゃあ 99% まで進んでいても進捗率は数字で出ても 0% と 99% は手元に何もないという意味では全く同じ状態だったんです。うわー、それは恐ろしい。想像してみてください、リスナーの皆さん。あなたは今デスクに座ってターミナルの画面を見つめています。はい。裏側では GCP の高額なリソースがフル稼働していて、ログを見るとすでに 4.6 万円分、約300ドルのクレジットが消費されている。しかも制限時間の60分のうち、すでに58分が経過している。胃が痛くなる状況ですね。でも手元にはまだ1秒の動画ファイルも存在しないんですよ。ここで処理を強制終了して 4.6 万円をドブに捨てるか、それともあと2分で終わるかもしれないと祈り続けるか。まさにその心理状態です。ここまで待ったんだからあと少しで終わるはずだ。今止めたらこれまでの時間もお金も全て水の泡になるって。いわゆるサンクコスト、埋没費用の呪縛ですね。そこに AI の待てば終わるという楽観的な事前予測が加わって判断の遅れに致命的な拍車をかけたんです。ギャンブルで負け込んでいる時に次のカードで絶対に取り返せるって信じて降りられないのと同じですよね。本当にそうです。完璧な一つのものを目指して粘った結果、タイムアウトで文字通り全てを失う。これ、私たちの日常の仕事のプロジェクトでも本当によくあるコアロシー現象なんですよ。確かに。だからこそ、この手痛い敗北から開発者が導き出した V6.0 への大転換の指針が非常に重要な意味を持ってくるわけですね。はい。敗北を肩に掲げられたキーワード、それが物理的な確実性です。物理的な確実性。どうやってそれを手に入れたんですか？まさかあれほどこだわっていた字幕を完全に捨てて、リスナーに PDF を読ませるような仕様に変更したとか？いえ、字幕自体は残しましたよ。でも最大のボトルネックだった字幕の焼き付け、ハードサブを完全に廃止したんです。油絵を描くのをやめたんですね。はい。代わりに採用したのがストリームコピーや多重化と呼ばれるマルチプレクシングという技術です。それはどういう仕組みなんですか？ CPU に1フレームずつ文字を油絵のように描画させるのをやめて、映像ファイルと字幕テクストのファイルを別々のまま単一のコンテナに格納するだけにしたんです。なるほど。キャンバスに油絵を描き直すんじゃなくて、すでに完成している映像という額縁の中に字幕という透明なガラス板をスッと滑り込ませるだけにしたんですね。まさにそのイメージです。再エンコードを伴わないため、処理負荷は劇的に下がりますからね。一瞬で終わります。それは賢い。そしてもう一つの大きな変化がモジュール型構成への移行です。モジュール型。分割するってことですか？一つの巨大な処理を回すんじゃなくて、解説パート、演奏パートなどを個別の小さなブロックとして独立に生成させて、最後にそれらを結合する設計に変えました。
なるほど。これまでの設計は絶対に沈まない巨大な豪華客船を作ろうとして一箇所に穴が開いただけで全体が海の底に沈んでしまっていたわけですね。まさに。でも新しい設計は水密隔壁で区切られた小さな船体をいくつも作って後から連結する。これならもし途中のモジュールでエラーが起きたりタイムアウトになってもそこまでに完成したパーツは確実に手元に残るわけだ。その通りです。途中で失敗してもゼロにならない構造ですね。さらに、重い動画を主軸にするのではなく、ノートブック LM が生成する音声を主軸にして、そこに軽量な画像を添えるだけの超軽量スライドショーへの転換も挙げています。オーディオファーストってやつですね。はい。AI に過度な計算を言いるのをやめて、処理を切り離す。つまりデカップリングすること。これが物理的な確実性を取りに行くということです。いやー、この教訓私たちの仕事にも強烈に刺さりますよね。そうですね。これを聞いているあなたも普段のタスク管理で全てが完璧に揃わないと完了にならない、そんなブラックボックス型の仕事の進め方をしていませんか？ドキッとする人も多いんじゃないでしょうか。例えば完璧なプレゼン資料を作ろうとして最後のフォント調整にこだわっているうちにパソコンがフリーズして保存していなかったデータが全部消えるみたいな。誰にでも一度は経験がある悲劇ですね、それは。ですよね。壮大な AI 自動化プロジェクトの失敗から私たちが学ぶべきは、完璧なシステムを追求するあまり、現実の物理的な限界や時間の制約を見落とすことの危険性です。完璧なものを一つ作るために、不確実なブラックボックスの中で時間を溶かすのではなく、タスクをモジュール化して確実性を担保する。途中で止まっても成果が残るようにするってことですね。そうです。時には不完全さを許してでも、確実な出力を優先する。情報過多で変化の激しいこの時代に AI という強力なツールと共同するための必須のマインドセットと言えそうですね。全く同感です。ただですね、この一連の出来事とデカップリングという設計思想は私たちに全く別のさらに重要な問いを投げかけているようにも思えるんですよ。全く別の問いですか？はい。AI が進化してあらゆるタスクがモジュール化され、互いに切り離されて瞬時に処理されるようになる。人間はただ、そのモジュールをつなぎ合わせる確実なパイプラインを作る役割になっていく。そうなりつつありますよね。だとしたら、人間が本来持っていた、一つのものに深く没入して、時間をかけて練り上げるという、ディープフォーカス、深い集中は一体どこへ行ってしまうんでしょうか。なるほど。私たちは AI を効率よく動かすためにシステムをモジュール化しているつもりで、実は私たち人間自身がただモジュールを右から左へ受け流すだけの API のエンドポイントへと進化や退化してしまっているのかもしれないと。その通りです。AI がどれほど進化しても、最終的に私たちに求められるのは AI に何をさせるかではなく、どこで AI を止め、どこで不完全さを受け入れるかという引き算のデザインなのかもしれません。引き算のデザイン、深いですね。あなたが今抱えているプロジェクトで、あえてやめさせるべき完璧主義はどこに潜んでいるでしょうか。そして同時に、効率化の名に下に切り捨ててはいけない、あなた自身の深い思考力はどこにあるでしょうか。便利さと引き換えに私たちは何を失いつつあるのか。ぜひ、リスナーのあなた自身の仕事を見渡して、その答えを探してみてください。はい。本日のディープダイブはここまでです。また次回お会いしましょう。